カメラの沼の旅3日目始まりました。3日目のまず初め朝ごはんですね。佐世保に来ておりますので、佐世保バーガーを食べていこうかなと思って、大きすぎてバーガー崩れちゃうんですけど、ビッグマンさんに来てまして、スペシャルバーガーで頼んだんですけども、このようにベーコンとエッグが熱々ですね。佐世保バーガー、ベーコンエッグバーガーが有名らしいんですけども、これの元となったお店になっております。いただきます。うまい。佐賀県の1個目のスポットやってまいりました。鏡山展望台にやってきました。まず鏡山展望台からの景色ですね。虹の松原が見渡せるような、あと離島とかも見渡せるっぽくて、今ここにいるので向かっていくのはこっちか。なので、右ですかね。唐津湾と、虹の松原の絶景が一望できるスポットになっております。あとこっち西側ですので、夕日がこちら側に落ちるような景色になっております。夏とか絶対良さそうだね、ここ。ちょっと今ガスってるんですけれども、雨降った後とかは多分すごい見晴らし良くなって相当奥の方まで見えるという絶景スポットです。佐賀県の吉野ヶ里歴史公園の方にやってまいりました。密かに僕が行きたかった場所なんですけれども、このようにもう歴史的建造物ですね。歴史を少しでもかじった方は吉野ヶ里遺跡聞いたことあると思うんですけれども、日本史が苦手な人でも聞いたことあるんじゃないのかなと、佐賀にあるんかっていう感じでちょっと驚いたりとかしてるんですけど、吉野ヶ里遺跡聞いたことがある人が大半なのではないでしょうか。こんな感じですごいですね。実際にここで暮らしていた感じなんですかね。中入ってみますかね。もう真っ暗。すごいすごい。家ですね。家なんですけどここで実際に人が暮らしていたと感じになっています。結構吉野ヶ里遺跡広くて、僕は想像以上に回れる場所が多そうです。ここが倉戸市という場所なんですけども、こんな感じでいろいろネズミ返しですね。高くしておくことでっていうね、ちゃんと歴史勉強しようと思いましたね、今回ここに保存してた、今回初めての、遺跡シリーズということでカメラの沼やってまいりましたけれども、引き続き、吉野ヶ里遺跡の方散策していこうと思いますので、じゃあ行ってまいります。ご飯食べてきて宿の方に戻ってまいりました。チェックイン済ませた後、ご飯現地の友人と合流して焼き鳥とラーメンを食べに行ったんですけども、想像以上にお腹いっぱいになっちゃって、1日目ですね、初日食の都のとか言いながらその明太重食べに行ったんですけども、撮影スポットはその複数個時間さえあれば回れるんですけれども、どうしても食は僕の胃袋の限界があるんで焼き鳥とラーメンで宿の方に戻ってきて、今休憩しているところです。次の日5日目からは北海道の方に行ってまいります。まだ折り返してません。ここからが過酷な5日間始まると僕は思ってるので、ぜひここまで見てくださった皆様も5日目以降も楽しみにしていただければと思います。九州はかなりいい旅でした。北海道の方でももっといい旅にできるように頑張っていきます。じゃあお風呂の方に行ってきます。